これまでに日本人 F1 ドライバーでホンダとの関係がなく成功したドライバーはザウバーで活躍し、鈴鹿で3位表彰台を手にした小林可夢ただ一人と言えます。その小林可夢も当時はトヨタの育成ドライバーでトヨタから F1 デビューを果たしていたことを考えると、ヨーロッパのスポーツである F1 に日本人ドライバーが入り込むには日本のメーカーの後ろ盾ありきということになります。これには彼らの速さ云々というわけではなく、様々な背景が絡んでいると感じます。こればかりは私たちにはどうすることもできず、彼らが私たちをフラットに判断できるようになるまで待つ必要があるでしょう。個人的にそのようなことになることは永遠にないような気がしています。こればかりは変えようがないので、これからも日本人ドライバーには現在参戦しているホンダの後ろ盾を最大限活用してほしいです。しかし、そのホンダの優柔不断さが2人のドライバーの可能性を奪うことになるかもしれません。ホンダとレッドブルのタッグにより、これまでレッドブルが目をつけていなかった日本人ドライバーに注目するようになりました。まず彼らは角田裕樹に注目し、初の F3 マシンでのテストタイムに驚き、育成ドライバーに抜擢しました。角田裕樹は F2 初年度でタイトルこそ逃しましたが、あと1戦あればタイトルを獲得できていたかもしれないほどインパクトのあるシーズンを過ごし、ランキング3位を獲得し、一発で F1 への昇格を決めました。その後、岩佐歩など複数のドライバーと育成契約を結び、現在岩佐歩が F2 でランキング3位となっています。F1 で3年目を迎えた角田裕樹は、残念ながら最下位のマシンを手にしていますが、常にマシンの戦闘力を最大限引き出しているといえ、これまでの12戦でわずか3ポイントしか獲得できていませんが、F1 の公式をはじめ世界中から高評価を得ている数少ないドライバーです。この状況でトップチームのレッドブルに昇格できない理由はないと思っていますが、ホンダとレッドブルの決別が大きな障害となり、彼らの前に立ちはだかっているのです。レッドブル側からすれば、ホンダのおかげであの最強のメルセデスを倒し、タイトル奪還に成功。今ではかつての黄金時代以上の強力な体制を築き上げているので、ホンダのパワーユニットに対しては文句のつけどころがないでしょう。しかし、結果的に中途半端で終わったあの撤退騒動がまずかったのです。そのせいでレッドブルは多くの時間、巨額な費用を投じ、レッドブルパワートレインズを設立しました。ホンダ以外に彼らがタッグを組めるメーカーがなかったこともありますが、彼らのこの挑戦には敬意を表したいと思います。しかし、その後ホンダは北米での F1 開催の拡大、カーボンニュートラルの実現が F1 でも可能だということが分かり、2026年からの実質継続参戦を表明。さらには今後レッドブルの強力なライバルになり得るであろうアストンマーティンとのタッグも発表しました。クリスチャン・ホーナーは明確にホンダの撤退がなければレッドブルパワートレインズは立ち上げなかったと語っており、フォードとのタッグを決めたものの自社製パワーユニットの開発面で苦戦していることも伺えます。彼らにとっては角田裕樹と岩佐歩はあくまでホンダが連れてきたドライバーだという認識だと思います。その状況で3年目に驚くべき進化を遂げている角田裕樹に対し、彼らが大々的に評価していないことも納得せざるを得ません。なぜ彼らがルーキーのリアム・ローソンではなく、経験豊富なデフリースを起用したのかがわかるような気がします。もしかしたらデフリースには角田裕樹を圧倒することを望んでいたのかもしれません。しかし、思いのほかデフリースの適用に時間がかかったため、わずか10戦で彼を見切り、ノリスに敗れて舞い戻ってきたリカルドを対抗馬に当てているのかもしれません。ドライバーに冷酷とも言えるレッドブルが自分たちを裏切りチームを飛び出し、さらにノリスに敗れてシートを喪失したリカルドをなぜ起用したのかは個人的に疑問に感じています。リカルドの人柄、そして当初チームメイトだったマックスがリカルドに好印象を抱いていることが大きいと思いますが、もしかしたら当初からペレスの後任として起用されていた可能性も否めません。
結果的にリカルドの電撃離脱からレッドブルのゴタゴタ劇は始まり、ガスリーやアルボンがその最大の犠牲者になったと言えるでしょう。ガスリーは最後までレッドブルへの昇格を夢見ていましたが、今ではアルピーヌのシートに座っています。ウィリアムズで成功しているアルボンに至っては、レッドブルからの復帰の打診を拒否したとも言われています。これからもわかる通り、近年のレッドブルの育成システムの成功例は、マックスと角田裕樹と言えるでしょう。先日、クリスチャン・ホーナーはこう語っています。リカルドは私たちの期待に応えていると思う。シルバーストーンでのタイヤテストでの彼の走りを見て、我々の期待値が変わった。彼がアルファタオリにもたらしたのは膨大な経験であり、グランプリウィナーとしての経験を生かした方向性だ。間違いなくリカルドはアルファタオリにいい風を吹き込みました。それが今後のチームの上昇気流になり、それが角田裕樹を後押ししてくれると感じていますが、簡単にドライバーを評価しないクリスチャン・ホーナーが、すでに大ベテランのリカルドに合格点を与えていることに驚いています。最近の彼のコメントを見ると、どうしても角田裕樹がリカルドを倒すことを望んでいないように感じてしまいます。そしてヘルムート・マルコがその答えとも言えるような発言をしていました。角田だけでなく、岩佐歩に関してもホンダと協力関係にある。一方、リアム・ローソンはホンダから独立している。皆さんはこのヘルムート・マルコのコメントをどう受け止めましたか？角田裕樹に関しては来年もアルファタオリのシートを確保する可能性が高いと言われていますが、このコメントからはすでに彼のレッドブル昇格はないという見方もできます。そうなると、ホンダとの関係が続いているうちは仕方なく起用し続けていると言えるかもしれません。角田裕樹を恐ろしく速いと評価していたヘルムート・マルコは最近ほとんど角田裕樹を評価するコメントをしていません。逆にリカルドが角田裕樹を倒さなければならないのは明らかだという意味深発言もしており、クリスチャン・ホーナーに至っては角田裕樹の名前すら出さず、明らかに復帰したリカルドの名前を多く挙げています。たらればになってしまいますが、もしホンダが撤退発表をしていなければ、すでに角田裕樹はマックスのチームメイトになっていた可能性もあり、間違いなくペレスの公認ドライバーの筆頭だったと思います。今回はあくまで憶測の話に過ぎませんが、今後の残りのシーズンでクリスチャン・ホーナーとヘルムート・マルコが角田裕樹よりもリカルドを注目するような発言が連発されるなら、残念ながらすでに答えが出ているのでしょう。もしそうだとしたら、ホンダさんには最大限彼らをバックアップするべきだと感じます。角田裕樹、そして岩佐歩はレッドブルとの関係が断たれたとしても、間違いなく F1 のシートにふさわしいドライバーです。雲行きが怪しくなってきたとはいえ、今後嬉しいサプライズにも期待したいと思います。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。